こんにちは。Our Life Japan & China のチンムーと申します。今日は中国大連に残る日本の痕跡探し。ここ大連は日露戦争後1905年から1945年の終戦まで日本が租借していた場所。今も日本が統治していた頃の面影がところどころ残っている町なのだ。とはいえ終戦から80年が経った今、日本の痕跡はぼーっとしていたら見つからない。中国の目覚ましい発展の中で埋もれていったものを掘り返していく感覚だ。すでに影も形もなくなって掘り返したところで何も出てこないものも多い。でも今日はなんとか探し出したいな。旧大和ホテルはまだ改修中のようだね。長らくこんな感じでなかなか再開されない。ここ中山広場は日本租借時代には大広場と呼ばれていた。当時も今も大連の顔と言える場所だ。大きな広場から10畳の放射灯が放たれ、道と道の間にモダンな建物が立ち並ぶ。前方に見えるのは旧横浜正金銀行大連支店。1909年明治42年に竣工した建物だ。今日取り上げたいのは旧逓信局。中山広場に面した建物の中であまり目立たない存在。杉の木の間から見えてくるかな、中国郵政の字。ロータリーは信号がないから渡るときは十分気をつけてね。最近は歩行者優先で車も止まってくれるけどね。逓信省は明治時代から昭和時代にかけて存在した日本の中央官庁の一つ。主に郵便、電信、電話、無線などの
通信インフラの整備と管理を担当していた。1949年昭和24年 GHQ の占領政策により郵政省と電気通信省に分割され解体。ここは租借地関東州の郵便電話を管轄していたから関東逓信局。関東逓信局つながりで何か痕跡を見つけたいね。このブロックは日本租借時代は最後まで空き地のままだった場所。戦後中国がここに文化劇場を建てた。他の建物と基調を合わせているけど日本とはゆえんのない建物。放射状の幹線道路のうちの一本、人民路に入っていこう。ここは旧東洋拓殖株式会社大連支店。この建物は1936年昭和11年に竣工した。日本統治時代の中ではこの広場で最後に建てられたものってことになるね。このマンホールよく見て。電話という文字と真ん中にはうっすらと郵便マークが。現代の中国語では電話と書くし、そもそも右から左には書かない。さっき真ん中に見えた郵便マークはなんだか濃いに削られた感じがするね。皆さんにおなじみの郵便マーク。これってもともとは1887年明治20年に逓信省が制定したマークなんだって。逓信省の手をカタカナにした字から考案されたデザイン。つまり郵便マークは日本固有のものであって世界共通ではない。右から左へ書かれた電話の字、
そして日本固有の郵便マーク。これだけ条件が揃えば、さっきのマンホールは日本統治時代の痕跡と言っていいよね。もう一つ見つけた。こちらは郵便マークがさっきよりはっきりしている。ここを曲がって満鉄本社があった方に行ってみよう。情報によると旧満鉄図書館の前にも同様のマンホールがあるみたい。昔の地図で見てみよう。今歩いていたのが東洋拓殖大連支店の脇だからここ。この路地を南へ。旧満鉄図書館、今も図書館として使われているみたい。残っているね。でも郵便マークではなさそう。これはもしかして。満鉄ロゴで間違いないだろう。旧大和ホテルの裏手にやってきた。ここにも昔のマンホールが残っている。ここのは郵便マークのようだね。
大連では1933年昭和8年に電話事業が逓信局から移管されたようだ。その移管先が満州電信電話株式会社、通称満州電電や大連中央電話局。だから郵便マークのものは1933年昭和8年以前のものなんだろうね。ただ満州電電になってからのものは英名の頭文字である MTT ロゴのはず。南満州鉄道株式会社のロゴプラス電話の字は聞いたことがなかった。木の電柱、これも日本租借時代の痕跡の一つに違いない。普段見向きもされない木の電柱に触れる人がいて、雲さんもびっくり。このまま歩いて視聴者さんから教えてもらった場所へも行ってみよう。視聴者さんが教えてくれたのはユクワンジエ。なんだか今日は下ばっかり見ながら歩いているわ。あれ、見当たらないな。この交差点で間違いないはずだけど。あった、これだ。ここのも郵便マークだから逓信局時代のものなんだろうね。もう一箇所見ておきたい場所があった。
大々的な再開発が行われ、今や大連を代表する繁華街となっている場所。昔日本人が住んでいた家は何一つ残っていない。でもそのエリアの中で一つだけ昔のまま残された建物があった。日本統治時代に消防署だったところが今も消防署として使われているんだ。ポカリスエットの当て字はこれ。平日の午前中だから人気は少ないけど、特に夕方からは混み合うよ。休日なんかは人でごった返す。2000年に入るとこの辺り一帯は全面的な再開発が行われた。古いものは一掃されたけど、この消防署だけはそのまま利用されたんだ。なんとか電話と読めるけど、ロゴは解読不能。昔は黄金広場につながる広い広い道だった。駐車場となってからはあまり手が加わってないことが幸いしたようだ。満鉄ロゴの排水用マンホール。もう大連には数枚しか残っていない。こんなに変わった街の片隅に静かに残る昔の痕跡。
今日は日本統治時代の通信関係の痕跡探しだったから、最後にもう一つ。庚申街と市場街が交わる場所。ここには満州電電のロゴがついたマンホールがある。丸の中に上と下から矢印があるようなロゴ。あ、これは満鉄ではなく中国鉄路のロゴだから間違えないでね。そしてこの一角には満州電電とともに電話事業に携わった大連中央電話局の建物。ご承知の通り、初期の電話は手動で回線を接続する必要があった。電話交換手ってのがいたよね。では、日本で初めて交換手を通さないダイヤル直通が採用されたのはどこだと思う？実は東京でも大阪でもなく、当時日本の租借地だったここ大連。